はい、お疲れ様です。今回はジェミニ2.5フラッシュの新しいモデルですね、アップデートした方のモデルの0520ですかね。はい。それの使った感じと、あとは、オブジディアンの中で、そのジェミニ2.5フラッシュを使うっていう、その使い方とか設定方法を共有したいなと思います。で、結構ね、これが便利なんですよ。で、ジェミニ2.5フラッシュ、この新しいモデルになったことで、個人的には結構いろんなことがこのオブジディアン上でやるのにスムーズになったなっていう感覚があるんですね。なのでオブジディアンの活用と合わせて共有できたらなと思います。で今回はこのオブジディアンの中で API を設定して、でその API を使うためのプラグインを入れて使っていくっていう流れになります。で設定の仕方とかは一応メモには残してるんで、これはまた概要欄に載っけておこうと思います。で今ですね、ジェミニのこの API に関しては、1日500回無料で使えるんですよ。このプレビューのバージョンがですね。で、10分間に10回のリクエスト、チャットができるので、1日500回だったら、なんだろうな、気にせず使えるんじゃないかなと思います。O3 のレート制限とかと比べれば全然緩いんで、十分じゃないかなと思ってます。はい。で今回は API を使うので、この Google クラウドのところからAPI を取得してもらうっていうことが前提になります。なのでここで新しいプロジェクトとかをこれですね、新しいプロジェクトとかを立ち上げてもらって、で API を取得して、でそれをプラグインで設定するっていう感じですね。はい、ここはちょっとね、下準備をやってもらわないといけないところになります。で早速実際にどんな使い心地かっていうところをちょっとお見せしたいんですけど、今、この右側のチャットって書いてるここがあの API を設定してチャットをする欄になります。で今ここに Gemini 2.5フラッシュプレビュー0520が設定されてるよっていうところですね。ここでモデルをいろいろ選べるんですけど、でここに今僕は API を設定してますと。で今ここにファイルのマークがついて、このタイトルが書いてあるんですけど、これがこのファイルですね。で今このファイルの中身を参照してますよっていう前提になるんですね。で例えばなんですけど、今もここに前提情報が入ってて、それを読み取っている状態なので、オブジディアンとジェミニ2.5フラッシュの、掛け合わせたブログ記事を書くための、方法を解説するブログを書きたいと思ってます。今上記に書いてある文章の、情報の内容を基準にして、まずは見出し構成を作ってください。みたいな感じで、結構ね、僕も口で言っちゃうんですよね。メモを取るっていうことがね、前提だったりはするので、僕の使い方としては。おっと、拾ってくれませんでしたね。失礼しました。はい。今、文字起こしでバーッと喋った内容をこんな感じで入れてくれましたと。で、今ここにも見出しの構成ができたんですね。で、ここで、この作成されたテキストをコピーしてもいいし、あとはここのアプリなのかな、この再生マークみたいなのを押すとくるくる回って、こんな感じで書き換えますよっていう情報が出るんですよ。でこれで OK だったら、緑色のボタンを押してもいいし、もうこの上のボタンを押してもいいんで、押してあげるとこんな感じで入れ替わりましたと。はい。でさらにこの見出しの構成で OK なので、見出しの中身の文章を書いてください。1見出し300文字程度でお願いします。入るかな、綺麗に。入ってくれない。最近なんかちょっとね、エラーが多いんすよね。
なんでだろうな。はい。で、今入れましたと。ただジェミニが動いてくれて、記事をわーっと書いてくれましたと。で、これで OK そうだったら、またこのボタンを押すと、くるくる今回ってくれてるんで、反映される、反映されましたね。こんな感じで中身変えましたよっていうので、一個一個 OK 出してもいいし、もうまとめてポンと入れてあげれば、もうこれでブログ記事が完成しましたよっていう感じですね。これはあくまでも使い方のデモンストレーションなので、僕が実際にじゃあこれブログ記事を書いてるかっていうと、ぶっちゃけそうではないんですよ。やっぱりクロードとか、あとはそのジェミニ2.5フラッシュ、プロの方が、やっぱり個人的には好みが強いので、これでもうブログを書き終えてそのまま完成して投稿するっていうことはほとんどやらないです。はい。で、僕がどんな風に使ってるかっていうと、一回チャットをリフレッシュをして、今僕毎朝AI ニュースの投稿してるじゃないですか。で、それを全部オブジディアンでまとめてるんですけど、こんな感じでどんどんその日のファイルが溜まっていっちゃうんですよね。で、溜まっていった分を、例えばですけど、こんな感じで1週間分まとめたいなーって思うわけですよ。で、こういうメモの取りまとめとかをこのオブジディアン上でやっちゃうっていう感じですね。はい。で、例えばなんですけど、新しいタブを開いて、この今無題のファイルって新しいのを作りました。で、そうするとここに無題のファイルっていうのがチャットのところにコンテキストとして読み込まれてるんで、これを今参照してますよと。で、このチャットに関してはファイルは作成できないんですよ。ファイルが作成できるのはクロードの MCP の連携でのクロードの操作じゃないとできないので、あくまでも新しいファイルを作ってあげてそれを参照させるっていうことじゃないとできないです。はい。で、今この無題のファイルを参照してます。で、ここで半角でアットマークを押してあげると、ここにあるファイルを参照できるようになるんですね。メンションできるようになるんですよ。引っ張ってこれるんで、で、今バーッとずらっと並んでる、ここから選んでもいいし、でもこの中に、あれ、2025年の5月1日がないぞってなったら、ここに2って押してあげると、頭文字を入れると、わーっと並ぶんですね。で、こうやって出てくるんで、1日と、例えば2日、3日、みたいな感じで、今、メンションしたファイルが今ここにずらっと並んでるんですよ。で、ここで中身どうですかっていうのも見れます。なんで、今回はもう同じようなタイトルのやつを選んでますけど、全然バラバラなやつを組み合わせて、ここでメンションさせて、で、シフトエンターで開業して、ちょっと音声入力が調子悪いからな。上記の、内容をすべて抽出してみたいな感じでやると、この3つのファイル全部を参照してこんな感じで抽出してくれます。これ結構便利なんですよね。なんで僕結構やるのが、このメモ同士の情報を引き抜いて、で1個にまとめるみたいな、このメモの整理が個人的にはいいなと思ってて、はい、これが結構ね好きですね。でまたこれを押して、入れてあげるでも全然 OK ですし、例えばですけど、もうこれテキスト丸ごと全部コピーして貼り付けてあげる。でもうまとめて3つ分全部貼り付けてコピーでもどっちでも全然 OK です。これはお好みですね。はい。っていうような感じの、僕は結構ねメモの取りまとめをこのチャットの中でやるっていう感じですかね。はい。
個人的にはね、もうオブジディアンでこれができるのはね、すごい助かるんですよ。今まではクロードの MCP を接続して、で、クロード側でやらせてたんですけど、まあ、なんだろうな。まあ、そっちはそっちでね、いいんですけど、クロード好きなんで。はい。ただ、2つ開かなきゃいけないっていうのがあったんで、これだともう1画面だけでできるんですよ。これが個人的にはいいなと思ってます。で、あとはですね、まあ、例えばですけど、今これ開いてます。この自分の今開いてるファイルをクリックしてもらうと、今もうこれを参照してますよっていうのが選ばれるんですね。なので、これを選んでる状態で、例えば、まあ、さっき今作ったこの無題のファイルってこれですね。これ。この2つを組み合わせた状態で、この2つの内容を、分析して、ニュースの傾向を教えて、みたいな感じで、この2つのファイルが両方見てもらえるっていうのはね、結構大きいなと思います。で、今考えてますかね。AI モデルのこととかを言ってますねとか、コンテンツの整理機能なのとか、まあなんかいろいろ答えてくれたんで、で、これを入れちゃうとこっちに反映されるので、それが嫌だったら新しいファイルを開いて、で、こっちに入れてくださいっていう風に選んであげると入ります。はい。なんで2つ3つメンションしてとか、もう僕は全然もう10個ぐらいメンションしてやっちゃうんですよ。でもそれぐらい10個ぐらいファイルというか、この、ね、ファイルをメンションしたとしても全然素早く対応してくれてるんで、これはね、なんかね、今までよりもね、全然そこの読み取りの精度とか、あとはその速さとかが今回のそのジェミニ2.5フラッシュ0520になってからの精度がね上がったような感じがするんですよ。今まではね10個とか入れちゃうと結構ねきつかったんですよ。止まってしまったりとか、あとは全部拾いきれてなかったりしたんですけど、バージョンアップしてからはそこがねかなり精度よくで安定してやってくれるようになったんで、これだったらガンガン使いたいなっていうふうに思いましたね。はい。この使い方が個人的にはいいのかなと思ってます。あとは今日ちょっとね音声入力が調子悪いんですけど、わーっと音声入力で喋っちゃって、で喋った内容をまとめてみたいな感じで自分の頭の整理ですよね。でここに自分が考えたこととか今思ってることとかこういうことやりたいなとかっていうのを残していくっていう、まあ本当にオブジディアンを第二の脳として育てるための自分の頭の整理で使っていくのはありかなと思います。はい。あと個人的にはクリッピングウェブページを簡単にオブジディアンに入れる Chrome 拡張機能があるじゃないですか。であれで入れるとこんな感じでどんどん溜まっていっちゃうんですよね。でこれを整理するっていうのも個人的にはいいのかなと思ってます。ここで本当にどんどん溜まっちゃうんで、これをきれいに整理して圧縮する、情報を圧縮するとかでもいいし、あとはこのポストとこのポストの内容が結構面白いなって思ったら、それを掛け合わせて、じゃあ新しいコンテンツを作るみたいなんですね。まあ人のものでそういうのをやりすぎちゃうと良くないと思うんですけど、もちろん自分のオリジナル情報を入れなきゃダメですけど、例えばですけどそこからアイデアを出すとかですね、今まで自分が書いてたブログ記事を全然違うジャンルを掛け合わせて、でそこからどういうコンテンツが作れるかなってアイデア出しをするとか、まあ見出しキャッチコピー作るとかっていうのはありかなと思ってます。それがもう全部ねオブジディアン上でできるんで、オブジディアンを育てやすくなったなっていう感覚を僕は持ってますね。はい。まあ、この使い方がちょっと今のところ僕は気に入ってるので、そういう使い方をしていこうかなと思ってます。でこれがやりやすくなったなっていう感覚になったのが今回のジェミニ2.5フラッシュのバージョンアップなんですよ。はい。まあもちろんね
ちゃんと API 料金払ってクロード3.7ソネットをね使うとか、GPT-4o でもいいですし O3 でもいいんですけど、そういうの使えばもっともっと快適にね楽しくっていうかできると思うんですけど、僕はやっぱりその API 料金とか今月額課金してるものをなるべく抑えていきたいので、なので無料の中で使えるっていう前提の上で今回このねモデルを選んでるんですけど、なので十分満足いく感じになってます。はい。で最後の仕上げは自分でする前提でとか、最後はちょっとクロードに投げて調整してもらうとかっていうのは必要かもしれないですけど、60点70点ぐらいまでを持っていくのは全然ありだなと、ありというかねいけるなと思ってますし、このメモの整理をするのはもう十分このフラッシュで早いし正確なんでいいかなと、いうふうに思っております。という感じですかね。はい。なんでオブジディアンの紹介になったのかジェミニ2.5フラッシュの紹介になったのかちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、ただやっぱりねモデル単体でどうこうっていうのももちろん大事なんですけど、じゃあこれをどの場面でどういうふうに使うのかで、この場面だったらこういう使い心地だよっていう方が僕としては重要かなと思ってるし、自分自身はそこが一番知りたいポイントになるので、僕としてはこの使い方が一番今のところは気に入ってるっていう感じですね。はい。なのでそれを共有させていただきました。参考にしていただければなと思います。あとそうですね。重要なところですね。このプラグインをどうやって入れるのかって話だと思うんですけど、これブログを書き換えちゃったから、こっちだな。こっちのメモを見ていただいて、危ない危ない。忘れてた。よいしょ。これも概要欄に貼っておくので、また確認してもらえればなと思うんですけど、このスマートコンポーザーかな、スマートコンポーザーっていうのがあるので、これをオブジディアンのこの左側のサイドバーを開いたところの下側に歯車マークがあるんで、これを押して、でコミュニティプラグインっていうのを選んで、でこの閲覧を押します。でこの閲覧のこの検索バーのところにさっきのスマートコンポーザーかなを入れると、もう一発でこれが出てきます。はい。で僕はもうインストールしてるんで当たり前なんですけど、ここでインストールをしてもらいます。はい。でインストールが完了したら、この下のところに自分の入れてるコミュニティプラグインのところにここに入ってるので、じゃあこれを選びます。で選んだらここのチャットモデルをこの 2.5 フラッシュプレビュー0520に変えてほしいんですけど、これ API を設定する前だと存在しないんですよ。なので自分で入れなきゃいけないです。この最初から入ってるのが全部バーってこうやって並んでて、ここにはね今のところないんですよね。当たり前ですけど新型モデルなんで入ってないんですね。なのでここに自分で追加するっていう感じになります。で Add Custom Model っていうところを押してもらって、でここにこれも正確に入れなきゃいけないんですけど、この Gemini 2.5 フラッシュプレビュー0502、これをコピーします。でここに貼り付けます。で Gemini を選んで、でモデルネームのところをまた同じ上と下これ同じものを入れて、でAdd って入れるといけます。で僕もね入れちゃってるんで、同じ名前だからダメだよっていうここポップアップが出ちゃってるんですけど、これで一発目だったら確実に入るので、はい、これでモデルを入れるっていう感じですね。であとはAPI を設定しないとこれは使えないので、ここの Gemini っていうところのこの歯車マークを押して、で API キーを入れるって感じですね。今ちょっとうっすら見えちゃったと思うんですけど、はい、ここに自分の API キーをさっき一番最初にお伝えしたところですね。Google クラウドで自分で API キーを発行して、でここに設定してあげます。で Gemini 2.5 フラッシュプレビューのここに
プレビューをここに自分で入れてあげるっていう、この手順を踏んであげれば、あとはこのチャットでここにもう表示されるようになるので、ここですね。はい。で、使っていくっていう感じになります。はい。危ない危ない。これをちゃんと伝えておかないと何の動画だってなっちゃいますね。はい。っていう感じで設定してもらって、あとはもう普通にここでチャットをしてもらえれば思います。はい。だからファイルを参照するっていうやり方ももちろんいいし、もう普通にここでチャット GPT とかジェミニとかで普通に何にもない状態でチャットするでも全然いいし、アットマークをしてこのファイルをメンションして、で複数メンションして組み合わせて使うでもいいし、結構ね使い方は多彩にやれると思います。これある意味なんかカーソルっぽい感じで使えるんじゃないかなと思ってるので、はい、これはなかなか僕としては気に入っております。はい、という感じですかね。ちょっといろいろ説明が順番が前後して申し訳ないんですけど、よかったらやってみてください。はい、というわけで以上になります。では。